こだわりすぎないように作ってます。美味しいですよ。うまいよ。1992年ですね。ご主人が開かれた。僕の父親です。学校卒業して外で、2、3年ちょっとプラプラしてからですねこだわりすぎないように作ってます。自分のねこだわりが出過ぎてもきっとねお客さんには受けるかどうかわからないので、一番はやっぱり東京ラーメンですよね。ラーメンの中でやっぱり一番が東京で、2番目が味噌ラーメンですかね。東京ラーメンっていうのはどういうラーメンなんですか？すごくあっさりした昔ながらの中華そばみたいなのをイメージしていただけるといいんですけど、出汁の効いた醤油ラーメンの細麺のタイプなんですね。それもラーメンはもうシンプルに炒めた野菜とかチゲスとかそういうの一切寄らない、本当に味噌を溶いた味噌の旨味だけで作った味噌ラーメンですね。シンプルな激辛はですね、もともと激辛ラーメンっていうメニューがあってですね、それこそ20年近くはそのまんまずっと激辛だけでやってきたんですけど、そのうちにその激辛の味噌味が欲しいとかそういうふうに言われて、お客さんのリクエストですよね。そこから激辛味噌ができまして、でその後にこの激辛ラーメンじゃまだ辛さが足りないからって言って今度地獄を始めたんです。で地獄の方はとにかく辛いのが欲しいっていう人のためだけに作るので、正直激辛は食べれるんですけど自分も地獄は食べれないのでそれぐらい辛いのでお客さんで試して作ってます地獄は何が入ってるんですか？地獄はハバネロですね。ハバネロを使って作っていくんですけど、作る方も結構しんどくなるぐらいやばいというか辛さがすごいんですけど、やっぱ食べれないのでお客さんの反応を見て辛さは決めてます。確かに味見もできないですもんね。味もできない。麺をすすれないというか辛すぎて、激辛も地獄もそうなんですけど、激辛好きな方はもう激辛しか食べないので、激辛を食べるお客さんというのは大体決まってるんですよ。食べに来てくださる方っていうのが多いっていう印象ですので、最初やっぱりテレビとかインターネットですよね。そういうので地獄を知って来られる方とか
っていう方がやっぱり僕最初から食べちゃうんですけど、最初はおすすめしないんですね。食べられないので、なので激辛からっていうふうに、おすすめするんですけど、いやそれでも地獄食べに来たからって言って挑戦される方もいるんですけど、結果食べられない激辛の中でもその辛さを抑えたものっていうのもあるので、カラムーチョぐらいの辛さから始まるぐらいの辛さなので、苦手な方でも多少は美味しく食べていただけるかなっていうのが激辛ラーメンのそうですね。本当にちょっと辛ければいいよっていう方でも激辛は逆におすすめできるぐらいの、辛さにはしてます。激辛は何で辛さを調整してるんですか？そこの調味料が、これは一味唐辛子の微粉パウダーになるんですけど、これで辛いのが少ない方がいいよっていうのはこれぐらいの程度、もっと辛くしてくれっていうのはこの山盛りとかでもう3杯入れちゃったりとかっていうことはします。で地獄は地獄でまた違うパウダーがあるので別の場所に置いてます。30年やってますと、子供の頃からのお客様がお隣になられて、で家族ができまして、でまたその家族でいらしてくれるっていうお店に今なりつつあるので、できるだけ長くお店を続けて、そういった方たちがたくさん来てくださるようなお店にしたいですね。美味しいですよ。濃いからね、すごく合います。これが東京ラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメンで味噌ラーメン。
あさり卵。うまいよ。
東京都餃子お願いします。来たんですけど、うん。あ、そうです。ええ。どこのいくらなんですか。あそこどこだっけ？どこそうですね。まあ確かにそうですよね。なっちゃいますよね。気温差やばいですもんね。でも喉が潤ってちょうどいいかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。
大丈夫。右からもやし。4月の第1週目のなんであれ合わないんですか？